赤字が続いて一度は休業に追い込まれてしまった絶景の温泉があります。でその再建に今ですね奮闘していらっしゃるのが東京大学出身のアイディア社長なんです。奇想天外な挑戦に密着しました。海底の岩が見えるほど青く澄んだ通称積丹ブルー、そして大自然が織りなすダイナミックな造形美。そんな断崖絶壁に佇むのが岬の湯積丹です。日本海を染める夕日の絶景は多くの人たちに愛されています。ところがその経営は崖っぷちですねもう綱渡りですね。老朽化など多くの問題を抱え、経営はギリギリの状態です。絶景って温泉再建に奮闘するのは東大出身のアイディア社長。常にその戦場を求めて歩いてる武士みたいな。温泉の域を超えた奇想天外な戦術で積丹半島の戦いを制することはできるのでしょうか。赤字温泉の再建へ、営業再開までの道のりに密着しました。日本海の大海原を望む積丹町。その断崖絶壁に23年前開業したのが岬の湯積丹です。この方も訪れていました。ここの露天がまたかなりの景色となっておりますけども、さあお邪魔しましょう。うわー、これ潮風がこう気持ちいいですね。大海原とご対面中感じがいたしますね。うまいリポートだね。何年前ですか。当時は積丹の町営の温泉でしたが、客足が伸び悩み、開業当初からの累積赤字は4億円以上。建物の老朽化もあって3年前の冬休業することに。いい温泉だったんですか。その温泉再建に名乗りを上げたのが小樽出身の五十嵐慎一郎さんです。どちらの大学だ。東京大学、はい、めちゃくちゃ優秀な。まあそうですね、そこだけ切り取れば五十嵐さんは東京大学の建築学科でまちづくりを研究。その後32歳で地元北海道に戻り、地方再生の事業をスタート。そして3年前の春、温泉の経営を引き継いだものの、で天井の方が気になったんですけど、はい、ロケーションも経営状態も崖っぷちです。五十嵐さん実際どうなんですか。今はもう、はい、崖っぷちですねもう25年経って設備がもう続々壊れていくので、施設を直し続けるっていうコストがめちゃめちゃかかりますね。実はボイラーは壊れてしまってですね、半年かけてやっと入荷して去年の6月にボイラーは入れ替えて治ったという状態ですね。去年は温泉の心臓部ボイラーがまさかの故障。壊れたといっても完全に使えないわけではなかったので、露天風呂は、水風呂ですともしそれでもよければっていう形で週末のみ営業したりとかっていう形でなんとかかんとか、しのいだ感じですね。これ入れ替えるだけで2000万かかるので。悲壮感を見せず前向きに取り組む五十嵐社長。温泉再開の鍵は観光客にかかっています。積丹の名物といえばウニ。ところが五十嵐さんは真逆の発想をしていました。そろそろウニ以外の名物も見つけないと。積丹というとまずウニかな。いやそうですよね。いやしかもウニめちゃくちゃうまいですし最高の名物だとは思うんですけど、多分ウニ以外のことって知られてないと思うので、積丹の魅力そこら辺はもっと発信していきたいし楽しんでもらえたらなっていうのは。そこで去年から始めたのが積丹ツアーの開発です。積丹の大自然を体感してもらおうと街をサイクリング。
またパドルを漕ぎながら海の上を散歩するサップなど、さまざまなイベントと組み合わせることで温泉への集客拡大を試みました。さあ、そしてこの春レストランで新たなチャレンジをすることに。台湾料理屋さんとして、はい、4月19からスタートします。正直ですけども、シャコタンと台湾ってつながらないかなって一瞬思うんですけどそうですね。でもこの冬いろいろテストとか試食会を、重ねてうまいぞこれと。でお風呂サウナの後にこの台湾料理はこれ最高じゃんっていう話になって。お風呂やサウナ上がりにピリ辛の台湾料理。温泉の命運を託されたのは本場台湾出身のウー料理長です。台湾のものたちが誇り持ってるんです。だからそれにもすごく嬉しいで、自分の地元のものをみんなに紹介できるのが嬉しいなんです。はい。けど緊張しますね。シャコタンならではの海鮮丼やカレーライスなど、今まであった食堂メニューを総入れ替え、およそ10種類の台湾料理で勝負します。中でも自信作がこちら、ジャオマージーファン。外はカリッと中はジューシーな鶏のもも肉にピリ辛ソースが味の決め手です。いただきます。ちょっとなんか固めですね。お皿が出たかもしれないね。えっちゃんお皿ちょうだい。いつも使ってないの。いやうまいよこれ。これなんてやつ？この皮のカリカリがいいね。うん。結構さ、なんか冷えてもサクサクしてるね。ああ、そうそうそう。いや台湾料理かどうかに関係なくね、普通に美味しい。お風呂とサウナにやっぱ相性のいい。これがね温泉だからいいんだろうね。また。こちらも台湾料理の定番、ピータン豆腐。発酵させたアヒルの卵と滑らかな豆腐の食感。これもお風呂上がりにぴったりです。温泉でこういうメニューって珍しいですね。そしてシャコタンと台湾のコラボレーション。シャコタン産のホッケを台湾風のフライに、塩やタルタルソースでいただきます。いわゆるその海鮮丼のお店がやっぱシャコタンって多いんですけど、それ以外の形での食っていうのをチャレンジしたいよねっていう話の中で、海の幸、山の幸と台湾がこう出会ったらどうなるかみたいなのも、それも僕らも楽しみというこれからそうですね。感じですね。自信と不安どっちが大きいですか？自信と不安。料理に対して自信はあるんで、不安に対してはマイナスの言葉が来たら、それはちょっとめっちゃ不安なんですよ。海鮮丼ないんですか、海鮮ないんですかとか、カレーないんですかって言われて、だけど味とかものに対しての美味しさでしたら絶対自信が 100% があります。そして五十嵐社長のチャレンジはレストランだけではありません。去年温泉の横に最大16名が宿泊できる一棟貸しの宿をオープン。自炊できるキッチン、そして2段ベッドは子どもたちに大人気です。ワイワイとってる。はい、宿の名前はシャコタンなのになぜかフロリダ。風呂に入って日常から離脱しようっていうのを略してフロリダ。シャコタン半島としてもやっぱ本家のフロリダ半島を越えようっていうのもありますしね。はい。そして宿泊施設の横では副支配人が新しい空間づくりの作業に追われていました。バレルサウナですね。今年の春から新しくオープンするフロリダの方で一棟貸しのお客様が使える専用のプライベートサウナです。ではどうぞ。素敵じゃない？マジックミラーの扉を抜けると目の前に広がるのは雪化粧したシャコタン岳です。本当にプライベート空間として存分にこのフィールドを
楽しんでいただけるものになりますね。海だけではない積丹の魅力。さて、五十嵐社長とともに温泉の再建に取り組むのが福祉配人。前職は自衛隊のパイロットだったという異色の経歴です。さあ、そんな久保田さんから見て五十嵐社長はどのように映っているのでしょうか。すごく楽しいことが好きですよ。楽しいことが好きという積丹の記憶。本当にちっちゃい頃から毎年家族で泳ぎに来てたんで、原体験の一つというか、海楽しいとかっていう、キャンプ楽しいっていう記憶は本当に積丹となんか結びついてますね。楽しかった記憶とは裏腹に積丹の観光業は課題を抱えています。ウニ漁が終わる秋以降は観光客が減少してしまうんです。軌道に、収支としては3年間でどんどん良くなってきてて、でやっとトントンになってきたところっていうのが今なんで、でトントンになってきたところでもう資金はもう集めた金はもう一旦尽きてるっていう状態なんで、もう綱渡りですね。となると五十嵐さん、経営を引き継いだ3年前に、はい、もし戻ったらどうしますか？いや、もし戻ったらできることももっとたくさんありますけどね。そもそも引き受けるかどうかって話っていうと、いや悩みますね。いや、それでも後悔はしていないと話す五十嵐さん。温泉の再建は子どもの頃に親しんだ積丹の町おこしでもあります。そこでシャコ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 タニアンさ遠く離れててもシャコタニアン。駐車場で温泉と食、エンターテインメントを組み合わせたお祭りを開催。これまでに3回行われ、地元のビッグイベントとして定着しています。また冬の間、温泉は休業するんですが、今年の2月には10日間限定で積丹芸術祭を開催。道内外の芸術家の作品を館内に展示しました。今週末には札幌出身のアーティストによるイベントも企画しています。さあ、そういった取り組みの狙いとは。この温泉自体が、でかいんで外から人を呼び続けないともう成立しない温泉っていうなんか悩ましい宿命があるんですけど、いろんな人たちがこう混ざり合ってなんかこれからの積丹を語ったり作っていけたらいいよねっていうので、目指すのは温泉から始まる町おこし。その今年度の営業が近づいていました。三崎の湯積丹で20年以上働く御年82歳、神山さんにはある思い出が。私のね、実家が畑作ってたんですよ、昔。もともとお母さんの畑だったんですか？露天風呂はね。お母さんが小さい頃は露天風呂は畑だったんですね。そうそうそう。芋だとかかぼちゃだとかここで取ってこうやって勤めさせてもらうってことはありがたいよね。だから自分でできる範囲頑張ろうと思って温泉なくしたくないもん。最高だもの、ここは。積丹町でね、財産だもの。私最高の財産だと思うよ。さまざまな人の思いを受け止めて温泉再建に奮闘する五十嵐さん。多忙を極める中で支えになっているのがご家族です。3歳の娘さん、そして去年には男の子も誕生しています。負け戦を好む負け戦の側の武将。負けそうな戦にばっかこう突っ込んで武将みたいな多分タイプなのかもしれないですね。結構シビアな戦ですね。負け戦を勝ち戦に。
パパの頑張り時です。そしていよいよ今年度の営業時間開始になりました。ほら、お客さんが集まってきています。こちらから。札幌から来ました。札幌から。3回ぐらいは来てるんだけど全然変わったねって言って明るくなったっていうか。こちらからいらっしゃったんですか？群馬県から来ました。群馬県から。すごくいいお風呂だってちょっと口コミとかあったんで。はい。露天風呂とか。はい。期待してます。あいにくの曇り空でしたが、およそ5ヶ月ぶりの営業再開です。この温泉の魅力ってどの辺ですか？景色ですかね、やっぱり。なんといっても最高です。この潮風が日頃のね、だらしない生活がキュッと引き締まる。開放感と心地よい潮風、この日を待ちわびていました。そしてこの春の目玉、初日を迎えた本格台湾料理。以前あったシャコタンならではの海鮮丼はもうありません。台湾料理一本勝負。前来た時はラーメンとかなんか日本の一般的な食堂みたいなあったんだけど、今日来てびっくり。台湾びっくり。美味しいです。お口に合いますか？はい。いつもと違う。僕は美味しかったです。めっちゃ美味しい。台湾料理と温泉の組み合わせってないですよね。初めてですけど、いやでもこれはこれでありじゃないですかね。中には戸惑う方もいらっしゃいましたが、おおむね反応は上々。今後は麺料理をはじめシャコタンの食材を使ったメニューにも期待がかかります。多くのお客さんが訪れ、五十嵐社長もちょっと一安心。今日どうでした？もう初日。いやー、来てくれてよかったですね。まずは、特にそのね、台湾料理とかってみんなどんな反応するのかっていうのがドキドキだったんで、すごくみんな喜んでくれたのは本当にまずは一つ良かったなっていうところですね。なんで今回台湾料理ですけど、この食っていうものももっといろいろシャコタンの可能性あるし、遊びもそうだし、ね、それこそアートみたいなものも始まったりしてるし、新しい取り組みともともとのねシャコタンの良さとか人とか化学反応を起こして、やっぱそのシャコタン全体でやっぱもっとそのなんていうんですかね、ワンダーランドにみんなと一緒にね、なんかこう変わっていけたらすごい面白いと思うので、シャコタンをワンダーランドに。はい、素晴らしい。さあ、崖っぷち温泉の挑戦でしたがいかがでしたか？しっかりと待ってるお客さんもいらっしゃってね、温泉とはこうあるべきとかシャコタンとはこうあるべきって、そのべきを壊す今戦いをしていらっしゃると思うんですけども、もう決してそれは突飛なものじゃなくて非常に斬新なものってシャコタンへの愛があるからなんでしょうね。そのアイデアがあっても形にできるかどうかってまた別だと思うので、そういったところも魅力だなと思いました。そうですね。もう五十嵐社長は温泉だけじゃなくて、そのさらに先にあるもうシャコタン全体の町おこしを目標としてますのでね、ますます頑張っていただきたいなと思いました。いや、行きたくなったって方もたくさんいらっしゃると思いますね。これからもね、ご健闘どうぞお祈りしております。